はい、ですね、今日はこの ND フィルターの話をね、少ししたいかなと思います。はい、この ND フィルターっていうのは、原光フィルターっていうふうに言いまして、光の量を減らしてくれるフィルターです。人間で言うと、いわゆるサングラスですね。はい、で僕は動画を撮影する際には、必ずと言っていいほどこの ND フィルターっていうのをつけて撮影するんですけども、今日はその ND フィルターを動画撮影の際につけるべき理由っていうのと、あと僕が使っている ND フィルターをちょっと紹介したいかなと思います。ですね、まずね ND フィルターをつける話の前に動画を撮影する際の基本的なカメラの設定の話をまずしたいと思います。はい。ですね、カメラの設定は僕は動画のS モードっていうものを使っています。S モードっていうのはシャッタースピード優先のモードで、シャッタースピードを固定して残りの ISO と F 値で明るさを調整するっていうモードですね。で僕は、シャッタースピードを50分の1に固定しています。50分の1に固定しているのは、僕が撮影する際の動画のフレームレートは 24fps なので、それのだいたい倍分の1なので50分の1ですね。この辺のこのフレームレートであればどのシャッタースピード最適かっていう話はまたなんか別の話になるので今回は省きますけども、僕は24fps なので50分の1っていうシャッタースピードが最適と言われているので、それで固定してやっています。はい、まずこれが、動画を撮影する際の前提のカメラの設定です。で次に ND フィルターを使う理由ですが、まず1つ目は白飛びを防ぐということです。シャッタースピードを例えば僕でしたら50分の1に固定しているんですけども、そうすると明るさの調整っていうのは ISO と F 値だけになります。で明るいところに行くとISO はまず下がるので100とかになります。で F 値はどんどん上がっていきます。で F 値がどれぐらい上がるかによっておそらく最適な明るさっていうのを調整すると思うんですけど、この F 値がどんどん上がっていってレンズの最大値までいって、それでも明るさが調整できない場合っていうのはどうなるかっていうと、白飛びしてしまいます、映像が。はい。F 値の限界が来るっていうことですね。なのでそういう時にどうしたらいいかっていうと、ND フィルターを使って画面を暗くしてF 値をそこまで上げないようにして、F の限界値を突破しないように暗くするってことですね。そうすることによって白飛びを防げるっていうことです。はい。で、2つ目が、日中の明るい場所でもボケた映像を撮るということです。先ほど話したように明るい場所ですと、ISO は下がって F 値はどんどん上がっていきます。で、F 値がどんどん上がるっていうことは、ボケがどんどん少なくなるってことですね。基本的に開放に持っていけばいくほどボケ量って多くなるので、例えば F2.8 と F10 だったら F2.8 の方がボケは多いんですけど、明るいところに持っていくと基本的には、絞っていかないといけないので F はどんどん上がっていきますね。はい。そうするとボケた映像っていうのは日中ですとなかなか撮りにくいっていうことになります。でそういう時に ND フィルターを使うと、F を下げることができるので、要するに暗くなっちゃうので、画面が暗くなっちゃうので、カメラとしては光をもっと取り込もうってなるので F を下げて、要するに開放する方にどんどん持っていって明かりをどんどん取り入れていきますね。なのでどんどん下がっていって F2.8 とかになって、映像はボケるってことですね。明るいところでも。はい。これがND フィルターを使う2つ目の理由ですね。で次に、ND フィルターの種類をねちょっと話したいかなと思います。ND フィルターっていうのは基本的には、可変式のものと固定式でいいのかな、固定式のものがあります。固定式っていうのは ND8 とか、その数字がその濃さの、レベルを表してるんですけど、 ND8 とか ND16 とか32かな、あとは1000とか10万とかね、いろいろあるんですけど、それぞれ固定した ND の値のものがあります。でそれとはまた別に可変式のものがあって、可変式っていうのはある一定の ND の値から値までの、範囲の濃さをフィルターのね周りをねこうくるくる回すことによって、こういう感じですね、回すことによって濃さを調整できるというものですね。これが可変式です。はい。
でこの2つがあります。で可変式のメリットとしてはですね、その光の量っていうのは場所によって全然違うので、その臨機応変にいろんなところに行った時にその F 値じゃないと ND の値を変えて、F 値をコントロールできるっていうのが可変式のメリットです。はい、で可変式のデメリットっていうのは、構造上仕方ないかもしれないんですけど、結構こうやって ND の値を変えていくとムラがねできる時があります。はい、で特にその ND を濃くする時にムラが出る時があって、これは広角レンズとか望遠レンズとかによっても変わるんですけど、基本的にその僕の体感的に言うと、濃さを ND を濃くしていくとムラが出る場合が多いかなっていう感じですね。なので気をつけて使わないと映像がね、そのムラが出た変な映像になってしまうっていう時があるので、それがデメリットです。で固定式のメリットっていうのはその可変式のようなムラっていうのがないので、安定して写真を動画を撮れるってことですね。はい、なので明るさがもう大体決まってる時は固定式でいいと思います。ただいろいろ動き回ったりして明るさが変わるような時は可変式の方がいいんじゃないかなって思っています。で大体今まででこの ND フィルター自体のね説明っていうのと、あと撮影の設定のモードの話をねちょっとしたんですけども、次に僕が実際使っているフィルターの話をね少ししたいかなと思います。僕が使っている ND フィルターはですね、この可変式の ND フィルターで健康さんのバリアブル NDX2 かな、っていうフィルターを使っています。これは ND2.5 から450相当の、可変ができるみたいです。はい。で、これはね、結構ずっとね、1年以上使ってるんですけど、これの前には NDX1 とかも使っていたりして、NDX をね、ずっと使っているんですが、これの、使っていての感想というか、注意点とかメリットとかをちょっと話したいかなと思います。はい。NDX2 は、ですね、メリットとしては、やはり2.5 から、450までの NDが可変ができるので、かなりね暗い明るいところでも ND450 近くまで持っていけば、例えば50mm の F1.2 の GM レンズとかでも F1.2 とか F1.4 とかそれぐらいまで開放に持っていくことできますし、少し暗めのところでしたら ND をねどんどん下げていっていけば F 値をねコントロールできるっていう感じで、結構滑らかにできる感じがしてすごくいいかなと思います。その辺はね使う分にはね特に支障もないかなっていう感じでいいフィルターじゃないかなと思います。はい。で、ですね、デメリットというか、注意点としては、これは可変式 ND フィルター全般に言えることと思うんですけど、やはり ND の一番下から一番濃いところまで、使えるとか書いてあるんですが、基本的にはね、そこまではね、全体は多分使えないと思います。っていうのは、やっぱりね、可変していって、特に MAX の方にしていくと、NDX2 ですと、MAX の方に持っていくと、ムラがね、出てしまうので、そっちの方はね、ほぼ使えないです。なので、450まで、ND450 までって話が書いてあるんですが、多分ね、そこまでは使えないんじゃないかなと思います。かなり望遠のレンズだったらできるかもしれないんですけど、僕は結構 50mm を使ったりするんですが、50mm ですと、ちょうどメモリのギリギリのラインぐらいまでしか使えない感じですね。それ以上行くとムラが出て、変な映像になってしまうかなっていう感じです。はい。なので、その辺は少し気をつけなければいけないかなっていう感じですね。で、あと、最近ね、気になったんですけど、NDX2 特有のものなんですが、iPhone とか、スマートフォンのね、iPhone とか、あとは Pixel とか、あとは iPad とかの画面をね、映すと、そのフィルターをかけて NDX2 をつけてかけると、なんかね、オレンジがかったりする現象が起きていて、で、あとは飛行機の窓、飛行機の窓って言ってもボタンを押して明るさを調整するような窓ってあるんですけど、そのボタンを押して暗くするとかね、窓を閉めないで、そういう窓を映すと緑っぽくなったりとか、そういうところを映したりすると色がね変色するっていうようなことがありました。
で、これね、なんかね、初期不良かなって思っていて、実は最近その LDX2 なんですけど、一つちょっとね、なくしてしまって、もう一つ買って、でそのもう一つをね、つけている時に、この変化っていうか、この現象に気づいたので、もしかしたら初期不良なのかなと思って、健康さんに問い合わせしてみました。はい。で、それで答えはね、返ってきたので、ちょっとね、メールをね、少しね、読み上げたいと思います。ですね、健康さんの返信によると、この事象は不具合ではなく、変更軸あるいは位相差軸の回転方向が影響して発生するとのことです。スマートフォンやタブレットの液晶具には NDX と同じ変更効果のある素材が使われており、その個々の位相差によって発生していると推測されます。そのため軸方向によっては NDX1 では発生しないが NDX2 で発生するという違いもあり得ます。対処案としましては iPhone 画面に PET 剤の保護シールを貼ると、小変性の効果がありますのでオレンジが解消されます。お試しくださいということです。はい。で、ちょっと難しくてね、僕はね、わからなかったんですが、その位相差軸とか変更軸とかってあって、僕はそれがもしかしたらこの回転のことなのかなってちょっと思ってたんですけど、それではなくて、基本的にこれを回転させても意味はないみたいなので、保護シールなどを貼らないと、貼れば解消するんじゃないかっていう話ですね。はい。なので、その飛行機の窓とか、ピクセルとかね、Android とか iPad の画面もおそらく同じような感じで、そういう風に起きていると思います。NDX1 では起きませんし、健康さんの別のその固定のフィルター、ND8 とか ND16 とかのフィルターをつけても、そういった現象起きなくて、NDX2 だけで起きる現象でした。はい。なので、そんなに画面って撮らないかもしれん。そういった、なんていうんですかね、ND フィルターを用いて画面を撮るようなことってあんまりないと思うので、そんなに気にしなくてもいいかもしれませんけど、もしその購入をね、検討されている方は、そういったことが起こるってことを、思っていた方がいいんじゃないかなと思います。はい。はい、ということで、ND フィルターについてと、僕が使っている ND フィルターの NDX2 ですね、についてちょっと今まで話してきたんですけども、その動画撮影で ND フィルターを使う理由としてまとめますと、一つは、白飛びを防止すること。はい。もう一つが、日中でもボケた映像を撮ること。この2点ですね。はい。で、NDX2 をもし検討されている方の注意点としては、その iPhone とか Pixel とか、あとは飛行機の窓とか、明るさを調整するようなガラスとかですかね、窓とかを映すときは変色をする可能性がある。変色をする仕様ですと。そういうところを注意した方がいいのかなと思います。はい。で、可変式の ND フィルターを使う場合は、これはおそらく基本的なことだと思うんですが、NDX2 に限らずだと思いますけど、可変をしていく上で、映像にムラが出る可能性があるので、その辺を注意した方がいいかなっていう感じですね。はい。NDX2 に関しては、50mm の F1.2 の GM レンズの場合は、メモリのギリギリの部分までならなんとか耐えれるので、日中の明るいところでも F1.2 のボケっていうのは、なんとか作れました。僕は。はい。ただ、例えば16-35mm の GM レンズとか、そういった広角レンズにした場合、おそらくムラが出る、箇所っていうのはまた変わってくるので、おそらく広角の方がムラが出るタイミングっていうのは早いと思うので、ND を濃い方の ND って使えなくなるっていうことですね。だと思うので、それはレンズによってちょっと変わるかもしれないので、その辺は注意した方がいいかもしれません。はい。そんな感じですかね。はい。なので、動画撮影をしていて、なぜかその昼間撮るとボケないとか、どうしても F が下がらないとか、そういう風な感じの方は、ぜひね、可変式じゃなくてもいいんですけど、固定式 ND フィルターでもいいので、ぜひね、ND フィルターね、検討してみてくれたらいいと思います。はい。